今回の主人公は作家三島由紀夫です。祖母の部屋に閉じ込められた少年が言葉で世界を作り、筋肉で体を作り直した。文学の頂点に立ちながらなぜ命を絶ったのか。それでは前半です。ある少年は生まれてからずっと部屋の中にいた。外で遊ぶことを禁じられ、男の子と走り回ることも許されなかった。遊び相手に選ばれたのは年上の女の子だけ。少年は女の子の遊びをして女の子の話を聞いて育った。その少年の名前は平尾垣見武。後に三島由紀夫と名乗り、日本文学の頂点に立つ男だ。三島由紀夫、本名平尾垣見武は1925年東京に生まれた。祖父は樺太町長官を務めた平尾家庭太郎。父は東京帝国大学を出た農林省の官僚。母は漢学者の家柄。どこから見ても絵に描いたようなエリート家庭の長男だった。しかし生後間もなく、この家の長男の人生は普通の軌道を外れ始める。祖母の夏子が三島を母親から引き離したのだ。夏子はもともと家族の血を引く気ぐらいの高い女性だった。病弱な孫をこの手で育てると決め、三島を自分の部屋に引き取った。母は別の部屋にいる。しかし三島が会えるのは決まった時間だけだった。剣道もスポーツも禁止された。外の空気もほとんど吸わせてもらえなかった。祖母の部屋が三島の世界のすべてだった。その狭い世界の中で三島が手にしたのが本だった。源氏物語、西洋文学物語。読んでまた読んだ。孤独な部屋の中で少年の想像力だけがどこまでも広がっていった。学習院の初等科に入ると今度は別の問題が待っていた。体が弱く運動も苦手な三島は同級生からいじめの対象になった。外の世界はどこへ行っても三島には居場所がなかった。しかし文章を書くことだけは違った。12歳の頃には短編小説を書き始め、学校の文芸誌に次々と作品を載せた。16歳の時、三島は短編集「花盛りの森」を書いた。それを読んだ文壇の王や川端康成がこう言った。将来必ず大成すると。天才の予言は当たった。東京帝国大学の法学部に進んだ三島は1947年22歳で卒業と同時に大蔵省に入った。しかし三島にとって役所は本来いるべき場所ではなかった。わずか9ヶ月で大蔵省を辞め、作家として生きることを選んだ。父は激怒した。しかし三島は止まらなかった。1949年24歳で発表した仮面の告白は戦後文学の新星として三島の名前を広めた。1954年の潮祭、1956年の金閣寺。作品を出すたびに評価は高まり、三島由紀夫という名前は日本文学を代表する存在になっていった。ノーベル文学賞の候補に何度も名前が挙がるようになったのもこの頃だ。しかし三島の内側では文章を書くことへの疑問が静かに育ち始めていた。言葉だけでは足りない、そういう感覚だったと三島は後に書いている。1955年30歳になった三島は突然ボディビルを始めた。祖母の部屋に閉じ込められ、運動を禁じられて育った体を根本から作り直すことにした。細く弱く文学だけの体を筋肉で覆い直そうとした。三島はこのことについてこう語っている。肉体とは思想である。
精神の外側に現れたもう一つの表現であると。ボディビルで体を作りながら三島の関心は文学から行動へと移っていった。1961年、三島は短編小説「夕刻」を書いた。2.26 事件の際、反乱軍を討たざるを得なくなった陸軍中尉が切腹する話だ。三島はさらに1966年、この作品を自ら監督し、主演映画として撮った。その映画の中で、三島は自分自身が切腹するシーンを演じた。凄惨な場面を三島は身をもって表現した。これは演技だったのか、それとも後に重なる何かだったのか。映画を見た人間の中には背筋が寒くなったという者もいたという。1967年、三島は陸上自衛隊に体験入隊した。剣道の稽古を積み、武道の世界に本格的に足を踏み入れた。作家の顔が少しずつ武人の顔に変わっていった。そして1968年、三島は盾の会という組織を作った。自衛隊を補佐する民間の防衛組織という名目だったが、実質は三島が率いる独自の組織だった。学生を中心とした若者が集まり、訓練を重ねた。この頃の三島を知る人々は口を揃えてこう言っている。何かに向かって急いでいるように見えたと。同じ時期、三島は北条の海という大長編の執筆を進めていた。春の雪、本場、暁の寺、天人御水、全4巻からなる三島のライフワークだった。盾の会の訓練と大長編の執筆が同時に進んでいた。作品を完成させることと別の何かを準備することが三島の中で一つにつながっていたとしか思えない時期だった。祖母の部屋で育った少年は言葉で世界を作り、筋肉で体を作り直し、そして組織を率いてどこかへ向かっていた。9ヶ月で官僚を辞め、30歳で肉体を鍛え直し、ついには盾の会を作った男。文学だけでは足りないと考え始めた三島はどこへ向かおうとしていたのか。その答えはこの後の後半で。1970年11月25日の朝、三島由紀夫は一本の電話をかけた。相手は担当編集者だった。北条の海第4巻天人御水の最終原稿をその朝に届けた。10年かけて書き続けたライフワークの最後のページを渡し、三島はそのまま市ヶ谷へ向かった。作品を完成させてから動いた。それが三島由紀夫という人間だった。事件の前日、三島は盾の会のメンバーたちと最後の打ち合わせをしていた。その席で三島はこう言ったと伝えられている。俺は4年待ったんだ。自衛隊が立ち上がる日を。と。1967年に自衛隊へ体験入隊してから三島はずっとその日を待っていた。自分が理想とする日本の姿が実現する日を。しかし三島が望んだような変化は訪れなかった。三島は自分が動くことを決めた。11月25日の朝、三島は盾の会のメンバー4人と共に市ヶ谷駐屯地に入った。総監室に日本刀を持って押し入り、東部方面総監を人質に取った。そして全自衛官を本館前に集合させるよう要求した。正午、三島はバルコニーに出た。眼下には1000人近い自衛官が集まっていた。三島はマイクなしで叫んだ。男子の本懐とは何か、日本の魂とは何か、憲法を変えろ。と。しかし会下からは罵声と笑いが返ってきた。帰れという声が聞こえた。
茶番だという声も聞こえた。三島の言葉は風の中に散っていった。それでも三島は10分間叫び続けた。演説を終えた三島は静かにバルコニーを離れた。総監室に戻ると三島は上着を脱ぎ腹に刀を当てた。解釈を務めたのは盾の会のメンバー森田正勝だった。しかし森田の一太刀では首が落ちなかった。3度振るってもうまくいかなかった。別のメンバーが引き継ぎ、ようやく解釈が行われた。45年の生涯がそこで終わった。森田正勝もその後に続いた。報道は瞬く間に広がった。ラジオが伝え、テレビが映像を流した。日本中が、そして世界が信じられないものを見た。ノーベル文学賞候補として世界的に知られた作家が自衛隊の駐屯地で切腹した。三島の死を聞いた川端康成は長い沈黙の後にこう言ったとされている。三島さんに死なれてしまったと。その言葉は多くの人の記憶に残った。三島が残した言葉の中にこういうものがある。日本はなくなってその代わりに無機的な空っぽなニュートラルな中間色の浮遊な抜け目がないある経済大国が極東の一角に残るのであろうと。戦後の日本が豊かになっていく中で三島が失われていくと感じたものがあった。それが何だったのかは人によって受け取り方が違う。しかし三島がその感覚のために動いたことは誰も否定できない。三島の自世の句はこうだ。散る老いと風、世にも人にも先駆けて散るこそ花と吹くさよ風と。毎年11月25日、三島の命日には夕刻期という集まりが開かれている。没後50年以上が経った今も三島の作品は世界中で読まれ続けている。英語、フランス語、ドイツ語、各国の言葉に訳された三島の文章は今も新しい読者を生み出し続けている。祖母の部屋に閉じ込められ女の子の遊びをして育った少年は言葉で世界を作り筋肉で体を作り直し、最後は死をもって何かを表現しようとした。それが成功だったのか失敗だったのかは今も答えが出ていない。ただあのバルコニーで笑われながら10分間叫び続けた男が静かに総監室に戻っていった姿だけは見た者の記憶に残り続けた。三島由紀夫45年の生涯でした。文学を書き続けながら行動することをやめなかった男の話でした。彼が何を残したのか、その答えは今も読み継がれる作品の中にあるのかもしれません。また次回の主役でお会いしましょう。